皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストジャパ耳です。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。第25回のテーマは、どうやって友達を作る？です。皆さんはどうやって友達を作りましたか？どんな時に出会いがありましたか？もし日本に留学したら、どうやって友達を作ったらいいんでしょうか？今日は日本人大学生のさくらさんとフランスからの留学生ナタリーさんの会話を見に行きましょう。ナタリーさんは日本の大学でどうやって友達を作ったらいいか、さくらさんに相談しているようです。それでは早速見に行きましょう。ジャパ耳。ナタリー、最近大学にはもう慣れた？授業はだんだん慣れてきたけど、友達はまだ少ないんだ。クラスの人とは話すけど、あまり深い話はしないの。そっか。じゃあ、サークルに入ってみるのはどう？サークル？クラブみたいなもの？そうそう。クラブ活動に近いけど、もっと自由な感じ。大学にはたくさんサークルがあるよ。へえ、どんなサークルがあるの？スポーツ系だったら、テニスとかバドミントンとか。文化系なら、映画、アカペラ、漫画研究会とかかな。あと、ボランティアサークルや国際交流サークルもあるよ。たくさんあるね。でも、どれがいいかわからないな。ナタリーは料理が好きだよね。料理サークルとかどう？みんなでお菓子作ったり、パーティーしたりしてるらしいよ。それ楽しそう。でもサークルってどうやって入るの？大学の新学期の最初に新歓っていうイベントがあるの。新歓っていうのは新入生歓迎って意味なんだけど、このイベントに行くといろんなサークルがブースを出してるんだよ。あ、でももう新歓の時期は終わっちゃったかな。じゃあ気になるサークルの活動場所に行くか、連絡先を探して見学できるかどうか聞いてみるのがいいかもね。なるほど、ありがとう。でもサークルって結構忙しいのかな？それはサークルによるかな。本気で活動しているサークルもあれば、ゆるさーって言って、週に1回おしゃべりするだけっていうのもあるみたい。ゆるさ？かわいい言葉だね。ゆるいサークルだから、ゆるさなんだよね。あ、でもサークル探しで気をつけなきゃいけないこともあるよ。サークルの中には出会い目的のサークルとか飲み会ばっかりの飲みサーもあるの。へえ、飲みサー？お酒を飲むサークルっていうこと？そうそう。たまに無理に飲ませるようなサークルもあるから気をつけてね。わかった。私あまりお酒強くないから気をつける。あとは日本のサークルって独特な文化があるよね。例えば先輩と後輩の関係が割としっかりしてるとかね。先輩と後輩？例えば1年生は後輩、2年生以上は先輩。サークルの中では挨拶や言葉遣いをちゃんとすることが多いよ。なるほど。フランスではそういう上下関係あまりないかも。そっか。じゃあ友達作りだけじゃなくって異文化体験のためにもサークルに入るのはいいかもね。そうだね。
いろいろ教えてくれてありがとう。ちょっと考えてみるね。ジャパ耳。今回の会話では、大学で友達を作る方法の一つ、サークル活動が話題になっていましたね。サークルというのは、絶対入らないといけないものではないんですが、友達との出会いがあったり、新しい経験ができたりするので、いいものだと思います。さて、会話の中で、さくらさんはナタリーさんに、料理サークルとかどうと提案していました。このフレーズには、料理サークルに入ったらどうですかという提案の意味があります。でも、何々したらどうですかというフレーズは少しフォーマルなので、タメ口やカジュアルな話し方の時は、何々とかどうというのがおすすめです。このフレーズを使うとき、とかという言葉を使うのがポイントです。とかには、例えばや何々などというニュアンスがあるので、相手にいろいろなオプションをあげることができて、柔らかい提案になります。いろいろなサークルがあるけど、例えば料理サークルはどうですかというニュアンスになります。皆さんにとって身近な話題、例えば家族や友達と週末の予定について話すとき、映画、カラオケ、ドライブ、キャンプ、美術館など、いろいろな選択肢があるかもしれません。映画とかどうというと、いろいろなアクティビティがあるけど、例えば映画はどうと提案することができます。ぜひ、とかという言葉を上手に使って柔らかい提案をしてみてね。それでは会話に戻りましょう。ジャパ耳。ねえ、サークル以外で友達作る方法ってあるかな？そうだね。あ、SNS を使ってみるとかどう？ SNS？ インスタとか？そうそう。SNS でつながることも多いらしいよ。ハッシュタグ〇〇大学とか、ハッシュタグ留学生とか検索してみると、同じ大学や近くの大学の人が結構出てくるみたい。なるほどね。でも、あんまりそういうことしたことなくて。わかる。だから、コメントから始めるのがいいかもね。このカフェ、私も行きました。とか、かわいい写真ですね。みたいな。確かに、いきなり DM を送るよりコメントの方が自然だね。うん。日本人はもちろんだけど、留学生同士でつながれるのもいいんじゃない？そうだね。情報交換できる人と友達になれたらいいかも。うん、それいいと思う。留学生仲間も増えるといいね。そうだね。じゃあ SNS を使うのも考えてみるね。うん、友達が増えるといいね。ジャパ耳。さくらさん、アドバイスが上手ですね。サークル以外にも SNS を使うという方法もありですね。さて、今回の会話で、つながるという言葉が出てきたのを覚えていますか？ SNS でつながるというのは、SNS をきっかけに新しい友達ができたということなんです。つながるは、もともと
線や紐などが続いているという意味です。例えば、手をつなぐという表現がありますね。ところが、今の日本語ではもっと広く、人と人との関係ができるとか、関係が続くという意味でもよく使われています。特に SNS で人と出会ったとき、つながるという言い方をします。皆さんは SNS で誰かとつながった経験がありますか？ジャパ耳。それでは今日のポッドキャストはここまでです。今日はどうやって友達を作るというテーマでお話ししました。今日は主に大学での出会いをテーマにお話ししました。他にもいろいろな友達作りの方法があると思います。皆さんが素敵な人々とつながることを願っています。それではまた日本語ポッドキャストジャパ耳でお会いしましょう。ありがとうございました。今日覚えたいフレーズ。料理サークルとかどう？料理サークルとかどう？ SNS でつながることも多いらしいよ。SNS でつながることも多いらしいよ。友達が増えるといいね。友達が増えるといいね。